ビッグラブリオです。今日はですね、呼吸法だけで LSD 体験をするっていうことで、実際にゲストを呼んで呼吸法のワークをしていただいて、変性意識に入ってトランスしていく様子を映していくっていう回です。今日お呼びするゲストはブレスワークジャパンの森田萌さんという方。ブレスワークジャパンというのはホロトロピックブリージングという呼吸法に影響を受けた団体で、このホロトロピックブレスワーク、スタニスラフ・グロフというチェコのトランスパーソナル心理学者によって考案されたものです。このスタニスラフ・グロフはもともと LSD を用いたサイコセラピーですね。うつ病の患者だったり精神疾患のある患者を治療していくっていう活動をされていた方で、 LSD が禁止されてしまったタイミングにどうしようと、同じこと続けらんないってなった時に、いや呼吸法で LSD と同じような作用を作り出していったらいいんじゃないかっていうことで始まったのがホロトロピックブレスワークです。日本ではまだまだ大麻、LSD、アヤワスカ、こういったサイケデリックスをですね、ヘロインだったり覚醒剤といった麻薬と一括りにして、お酒以外で酔うことを極端にタブー視する風潮がまだまだこの国にはあると思うんですけど、いや待てと、そもそも俺たちは呼吸法だけでハイになることができる。でその呼吸法だけでハイになる時の成分、俺たちの脳から出ている物質っていうのは DMT という成分で、地球最強の幻覚剤と言われているアヤワスカの幻覚成分、これだけ強烈なものを俺たちは呼吸で生み出すことができるっていうことを今日は伝えたくてこの動画を撮っています。それではブレスワークジャパンの森田萌さんをお呼びしてちょっと話してからワークに取り掛かろうと思います。それでは今回のゲストのブレスワークジャパン助産師森田萌さんです。今日よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、なんか萌さんは俺の動画を見て、あれこの人の発信してるサイケデリックなことってブレスワークとほぼ一緒やんみたいなことを思って連絡をくれたみたいな経緯だったんですけど、そう、はい、もともと私内炎性 DMT について調べてる時にリオさんの動画に行き当たって、で割とねサムネイルがキャッチーというか衝撃的というかそういうのが多いでしょ。だけど実際内容を見てみたら、なんかただハイになろうぜ、ただトリップしようぜとかっていうことではなくって、なんかこの自分自身の内側の本質とか魂につながること、そういったもっと深いメディスンとして、サイケデリックスを捉えてるんだなってことがね伝わってきたんだよね。でリオさんの動画に出てくるそのいろんな物質があるけど、その物質を全部ブレスワークに置き換えるの、言葉としてねブレスワークに置き換える、そしたら一緒やんってなるんだよね。ブレスワークとサイケデリックス一緒やんってなるの。そう、それがきっかけでものすごく興味を持ってブレスワークにお誘いしたっていう経緯です。そのサイケデリックっていう言葉の由来自体、サイケが潜在意識で、デリックが現れてくるっていう。でそれを成分を摂取して自我っていうね、自我とか潜在意識っていう小さな 3% から 5% って言われてる小さな部分から出て、残りの 95% の潜在意識に入っていくっていうのは、自分を知るっていう行為でしかなくて、この 3% とか 5% がみんな自分だって思い込んでるけど、その外側にもっともっともっと深い自分自身の本質に迫る情報があって、その情報にアクセスする手段が違うっていうだけで、俺たちは普通に自分を知る権利はあるやんっていう、なんかまだまだねそれ法律は追いついてなかったりするけど、そう萌さんは手こぎボートっていう風に表現してて、でそうだよね。でアヤワスカとかそういうサイケデリックスを摂取するっていうのはもっとなんだろうな、電動モーター付きのボートっていうかずーっとこう勝手に運転手がアヤワスカになって俺たちを引っ張ってってくれるけど、ボート、手こぎボートだから自分の力でこう漕いで登っていかなきゃいけないっていうことですよね。そう、私たちね普段こうして話してるだけでも呼吸してるじゃないですか。でその呼吸って1日2万回以上はしてるわけですよ。だけどね、じゃあね呼吸してるからってみんなホイ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 ね潜在意識の中に飛び込んでるわけではきっとないと思う。だけどその私たちが当たり前にしてる呼吸によって自分自身の内側、自分自身の今言った潜在意識の 97% の潜在意識にグーって 3% から深く入っていくことができるんだよね。だけどそれにはやっぱり普通にただ呼吸してるだけではなくて、意識的に、そう私は大海原にね手漕ぎボートで乗り出すって表現しますけど、漕いでいかなきゃいけない。でも漕いでるうちに勝手にオールが回り始め、勝手にそのね船がね
小舟だったはずなのにワンピースぐらいの大きめの船になり、いつの間にか帆が立っていつの間にか風を受けていつの間にか海原をね、潜在意識という名の海原をこう旅するわけですよ。もしかしたら宇宙船になってビューンって飛んでっちゃうかもしれない。もしかしたら奥深くにね沈んでいくかもしれない。あるいはこう平和なないだ海の中にポカーンって浮かんでるような状態かもしれない。どこに行き着くか分かんない。何が起こるかは分かんないよね。なるほどね。手漕ぎボートでこうある程度漕いでったら、もうサイケデリック的に言うとね、やっぱ脳から DMT がこう出てきて、でそのフローに導いていってもらうみたいな。自分でそのある程度行ったらもう電動モーターのボートが出来上がるみたいなことなんですね。そうだけどそれは自分自身なの。自分自身の呼吸なの。自分自身の呼吸がガイドしてくれる。いやー、めちゃくちゃ楽しみです。本当ですか？めちゃくちゃ楽しみです。いや、超楽しみ。この後もう早速ブレスワークで深い潜在意識の宇宙にダイブしていこうと思うので、ぜひお楽しみに。ブレスワークってどういうふうにやっていくよ。手漕ぎボートだから自分の呼吸を信頼して、ただただ最初しんどい、ね、波があるから沖に出るまで結構頑張ってハードに回してもらう。だけれどそのうちに勝手に呼吸が回り始め、帆が立ち始める、風が吹き始める。そしたらもう私の声とかそういったものを全部無視してもらって構わない。自分自身の呼吸についていけばいいし、その瞬間その瞬間味わっていってほしいなって思う。でも考えね、思考が出てきてしまったり、あるいは言葉にとらわれそうになったり、そういうふうな感覚になってきたら意識してまたオールを回す、呼吸を回す、呼吸に戻る。ずれたな、呼吸に戻る。どっか行っちゃったな、呼吸に戻る。ただただそれだけ。さあ目を閉じたら、もう意識は自分自身の内側へ。次の一呼吸を練習の時のように大きく深くお腹の底まで入れて、胸脇腹背中が膨らみ、鎖骨の上までパンパンに入ったら全てを差し出していく。自身が一番できる深い呼吸を味わっていきます。次の一息吸う時に両手を広げていきます。吸って柔らかく広げ、吐く息とともに心臓に向かって手を合わせていきましょう。それは自分のハートに次の呼吸を大きく吸って、そこで止めます。
や俺の今感じてるのは全身の強いバイブレーション、全身が強くしびれて振動してるって感じ。俺もそうだし、集合無意識、日本人の集合無意識全部を代弁してることなんだけど、愛されて何が悪いって、愛されたくて何が悪いって、自己顕示欲とか承認欲求とか何かいけないこととか、愛が不足したら愛されたくて当然なの。愛されたくて何が悪いっていう、認められたくて何が悪いっていう、思うがままに感じられるがままに、魂のままに愛されたくていいんだよっていうメッセージが今降りてきたので、辛くて当たり前だからね、本当に生きてるってだけで、社会の中で何も悪いこと一つないし、癒しが必要だよ、マジで必要。みんなハイになっていいよ。ハイになって当然だよ。それが自然だよ。めちゃくちゃ気持ちいい。本当にこれは手こきボートだから、自分で調整できる。落ち着いてきたらまた呼吸で出せばいいし、強すぎたら委ねればいいし、漕いできた分だけその余力でグワーンって進めるから、またちょっと出してみようと思います。強く癒されてるこの感覚が 1VLSD にも似てるし、でもやっぱりアヤワスカかな、 DMT に近いっていうのが違うんだけど、共通点はある。淡いオーロラみたいな、青だったり緑みたいな綺麗なものはうっすらずっと見えてます。めちゃくちゃ幸せ。お疲れ様でした。いやー、萌さんマジでありがとう。長半マジでありがとう。ありがとう。ぶっ飛んだ。この間より深かった。これ回数重ねると深くなるとかあります？ありますよ。いや、前回よりすごかった。手がめちゃくちゃでかく感じる。手とか足とかすげえ不思議な感覚。
はい、ということで今70分間いやーもうがっつりサイケデリックな体験をしてきました。いや強烈でした。俺これ実は2回目なんですけど、前回よりももっと深く入ったような感覚があって、でまず一発目ガーってこう俺が泣いてる時すごい悲しみみたいなところに集合無意識の悲しみみたいなのがこうバーって入ってきて、で俺自身が持ってる悲しみとそれが超つながって結構悲しかったです。辛かったっていうかな。でもそれってなんか悪い意味の悲しかったじゃなくて、すげえ浄化されたこうバーバーってなんか泣いてパッてすっきりしたみたいなっていうゾーンがあったっていうね、っていうところから、その泣き止んだらもうこういう世界、もうめちゃくちゃオープンハートでじわーってこうハートの真ん中から温かい世界が広がってくるみたいな愛ですよね。ピンクとかオレンジ色の宇宙のど真ん中がバーって広がっていくみたいな。摂取するサイケデリックスとブレスワークを比べてどうっていうのが本当にナンセンスで、どっちにも良さはあるんだけれども、いや本当感動しますよ。でもこれはこれまでこのサイケ好きな人いっぱい見てると思うけど、このチャンネル何かを摂取してバーンっていくっていうのはもう物によってスイッチがオンになるっていう感じですけど、この自分の力で今日一切摂取してないです。俺何も本当に起きて集まってブレスワークを受けて、で萌さんが言ってたように手漕ぎボートでガンガンとにかく呼吸を最初ちょっと苦しいんですけどガーって声で上がっていくと、ここまでいったらもうなんかその余力頑張って漕いだ分の波みたいなのがあって、でスーッとその後ボートが勝手に進んでいくみたいな感覚があって、最初やっぱ苦しいですね。これはアヤワスカも一緒なんですけど、やっぱ苦しいです最初は。でその先にバーってあったかい世界があって、いやートリップだったなっていう感じでした。これまでサイケデリックス摂取するサイケデリックスにしか関心がなかった人にとってもかなり衝撃的な、シラフで呼吸法でここまでいけるんだってのは、それこそもうサイケがどうとかじゃなくて、これは俺たちの魂の話なんですよ。 LSD とかアヤワスカとか大麻の話をずっと俺このチャンネルでしてるけど、本質ってやっぱ魂の話をずっとしてるんですよ。潜在意識を開いて自分自身を知っていくっていう。でそのプロセスでめちゃくちゃ癒されるし、今日はなんか俺の中にあった悲しみみたいなものがバーって浄化される感覚とかもあって、多分みんなの中にも自分が気づいてないだけでずっと抱えて持ってる傷っていうかな、なんかよどみみたいのは誰しも必ずあって、そういうものがこうサイケデリックな体験ですよね。潜在意識が優位になった時に自然とこう込み上げてきて浄化されてくるっていう。なんで本当に現代人にとってこれは必要ですよ。本当にサイケは必要だと思う。俺はもっとみんな自分を知った方が絶対いいし、外の世界の社会とか数字の情報だけじゃなくて自分の内側の感覚とつながるってことが2022年の日本人にもっと伝わったらいいなって改めて思いました。そんな素敵なねセッションやってるブレスワークジャパン、概要欄チェックしてみてください。ブレスワークジャパン全体のセッションと今日の森田萌さんのプライベートセッション両方概要欄に載せておくんで、興味ある方はぜひチェックしてみてください。はい、最後まで見てくれてどうもありがとうございました。じゃあ最後はビッグラブをお送りして、ブレスワークで DMT フローが超ビンビンにこうフィューって気持ちよく流れてる今のこのビッグラブを画面の向こう側にお届けして終わりたいと思います。皆様画面の向こう側で手をかざして感じてみてください。それでは送ります。ビッグラブ。はい、伝わりましたでしょうか。それではまた次の動画でお会いしましょう。See you guys for next. またねー。